じゃあ、ツナです。今回は、早起きをする方法について皆さんにご紹介していけたらなというふうに思います。私なんか昔から早起きが結構得意で、いろんな世の中に早起きする方法とか、なんか人生早起きしたらめっちゃ変わるみたいなノウハウがなんかいろいろ流れていると思うんですけど、なんか全部うさんくさいなと思っていて、なんか私が自然と早起きができるようになった理由みたいなところを今回ご説明できたらなというふうに思います。で、早起きができるようになったきっかけみたいなところっていうと、私が小学生の時に、小学生って毎日すごい暇な時間が多いっていうかに何でも自由にできる時間が多かったので、その時なんかドラマを見るとか、なんか DS でゲームするのが好きだったので、なんかそれをすごい静かな、時間というか親に邪魔されない時間とかにやりたいなと、自分が集中できる時間にやりたいなと思った時に、朝の時間、朝早く起きてやったら誰にも邪魔されないしめっちゃ集中できるなと思って、そこから朝5時に起きて、なんか自分の好きなドラマを一気見したりとかゲームしたりとか、なんかそういうことを小学生の時にやってて、でそこからなんか朝って誰にも邪魔されない自由な時間みたいなのが自分の中で芽生えて、だからもう自分のしたいことは朝やるみたいな、そんな習慣が小学生の時から身についてきたのかなというふうに思ってます。はい、そんなのが朝起きれるようになった背景ですね。ポイントを自分なりに考えてみた時に3つあるなというふうに思ってます。はい、で1つ目がまず人生の目的を持つことですね。で、人生の目的ってめっちゃむずいことだし、私も未だにあんまりよく分かってないんですけど、とにかく今自分が何を目標にしてやっているかとか、なんか何を目的に今生きてるか、なんか何を頑張りたいかでいいと思うんですけど、なんかその時小学生中学生の時は、定期テストっていうところに大きなマイルストーンがあって、でそのために自分が勉強をいつまでにこれぐらい終わらせなきゃいけないとか、一旦その人生の、目的に対して自分が何をするべきなのかっていうところを洗い出すことから先に始めた方がいいのかなと思います。でその時に別にやることもないんだったら早起きしなくていいのかなと思って、自分がなんかじゃあ朝起きて勉強したいみたいな、朝起きて運動も習慣に入れたいとか、そうなった時に、初めて動機が、朝早く起きる動機が生まれるので、そこからじゃあ一日の、リズムを決めていく、何時に起きてこれこれをしてっていう風に、リズムを作っていくことができると、朝早く起きることが習慣化できるのかなという風に思ってます。具体的になんか書いてみたんですけど、ちょっと字が汚いんですけど、朝何時に起きる、私の場合は6時に起きると決めて、21時にやめるという、1日の時間があった時に、例えば朝6時に、起きて、私の場合はラジオ体操を公園に行ってしまうと。でこれは、朝外に出ることで日を浴びれるからっていうのもあるし、なんかラジオ体操って1個の、マイルストーンがあると自然にラジオ体操あるから行かなきゃみたいな感じで起きれる動機になるので、まずはこれを入れています。で、7時に朝ごはんを食べたり SNS 見たり、この時間にも家事を終わらす。でできれば起きてからすぐの時間は、細かめにやることを区切るっていうことで、細かめに区切るとリズムが生まれるので、そこはすごいおすすめです。でこれが6時から8時までの間にこれをするっていう風になんか2時間ごとに区切ってしまうと、多分どうしてもダラダラしちゃったりとかすると思うので、本当に朝の起きて1時間はなんか自分の動きが自動化できるようなルーティンが組めるといいのかなという風に思ってます。でその後は午前中大まかなマイルストーンで何をするのかで、例えばなんですけど、私の場合は授業の、執行したりとか必要なインプットをする、でまた YouTube の撮影をするみたいな形ですね。で、お昼ご飯しっかり食べて、で、午後の時間何するか決める。で最後夜の時間、ここも、寝るまでにダラダラしないように、寝るまでの、1時間ごとに細かく書くっていうことを、意識してます。で夜17時散歩してご飯食べてお風呂入って、筋トレしてそれで寝るっていう、なんかごく普通なルーティンかもしれないんですけど、なんかこんな感じで紙に書き出すと自分がやるべきこととか、あとは意外とこの時間なんか無駄に過ごしてたなみたいなところがかなり可視化されるので結構おすすめです。はい、ということでまず1つ目のポイントは、人生の目的から朝やるべきことを逆算して、何をルーティンにするかを決めること
かなというふうに思ってます。ポイントの2つ目は光で起きるっていうところですよね。私は最近取り入れたところなんですけど、さっき言ったように起きてすぐ、散歩に行く、外に出て日の光を浴びるみたいなところもそうですし、最近は、スイッチボットのなんか自動で開くカーテンみたいなのを買って導入してみたんですけど、結構いい感じです。なんか夜になると勝手にカーテンが閉まって、で朝に、6時になると勝手にカーテンが開くで、寝てる時に日の光が入るとなんか眩しいなみたいな感じで、目覚ましなくても勝手に起きるみたいな感じですね。目覚ましってかなり鬱陶しいと思うので、なんか意外とこういうものを買ってみるのも朝の起きた時のスッキリ度が変わるので、結構ありかなというふうに思います。はい、で最後は、これも大前提なんですけど、早く寝るっていうところですね。なんかよく夜、私もそうなんですけど、だらだらこう仕事しちゃったりとか、だらだら勉強しちゃったりとか、誰でもあると思うんですけど、朝だったらそれが期限があるので、絶対なんかこうだらだらやることが基本的になくなると思ってます。でなんか例えば夜なんかこれを終わらせたいんだよなみたいな作業があった時に、なんか夜やっちゃう人多いと思うんですけど、それを、朝に持ってく。でなんか例えばその締め切りがその当日だったとしても、もう早くやらなきゃいけないっていうところで、なんかすごい生産性が上がったりとか、なんか本当に夜だらだら動画見ちゃったりとか、なんか SNS 見ちゃったりとかっていうところもあると思うんですけど、なんかそういうのも全部じゃあ朝に持ってく、朝 SNS 見るとか動画だらだら見るとかでもいいと思うんですよ。でなんかそうなった時に、朝本当にそれをしたいかっていうところをちょっと自分の中で実験してみると、朝に回した時にじゃあそれなんか動画見なくてもいいやみたいな気持ちになったら、それって本当にしたくないことになるので、それはなんか無駄な時間なんだなっていうところで、自分の中で発見があるのかなと思っています。そんな感じでポイントの3つ目は早く寝るっていうところですね。はい、まとめると、早起きできるコツは、1つ目、人生の目的を持って朝1日のルーティンを決めること。で2つ目は、光で起きること。3つ目は早く寝ることです。